いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はアジングの基礎 Q&A12 選を解説いたします。ライトな装備で手軽に楽しめるのがアジングの魅力です。そのような手軽に始められるアジングですが、何を用意したらいい、そもそもどんな釣り方など、何かと一歩を踏み出すことができない方も多くおられると思います。今回はそのような質問を解消できるような授業にしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。今回の質問は次の12問になります。アジングではどのサイズのアジが釣れますか？アジングで使うタックルは他のを流用できますか？アジングでよく使われるラインは何ですか？スナップは必要ですか？アジングで使われるリグはどんなものがありますか？キャスト後の一連の流れを教えてください。プラグでアジは釣れないですか？アジングでよく使われるワームは何ですか？どんなカラーがよく釣れますか？ジグヘッドはどれを選んだらよいのかわかりません。アジングは夜釣りだけですか？アジングのポイントはどこですか？回答の概要は次の通りです。豆アジからギガアジまでがターゲットです。専用タックルの方が断然楽しめます。ジグタンではエステル、キャロやフロートでは PE、スナップは使うと大変便利です。リグにはジグヘッド、キャロライナなどがあります。キャスト後はレンジを刻みながらリフト&フォール。プラグはワームを上回る超過になることもあります。ワームはピンテールワームがよく使われます。ワームのカラーはクリア系と半透明は最低限用意。ジグヘッドはラウンドヘッド&オープンゲーブ。タイミングが合えば日中も釣れます。堤防で楽しめますが、常夜灯周りが定番ポイント。それでは詳しく見ていきましょう。質問1、アジングではどのサイズのアジが釣れますか？ 10cm 程度の豆アジから 50cm のギガアジまであらゆるサイズがターゲットです。港内に回遊してくる 15cm から 25cm 程度の一般的なアジがメインターゲットになりますが、地域や季節、ポイントによっては尺を超す大アジも狙うことが可能です。繊細なタックルを使うので、量刑がかかればドラグを引き出すスリリングなファイトが楽しめます。一方で 10cm に満たないような豆アジも狙えます。こちらは当たるのにかからない駆け引きが楽しめます。質問2、アジングで使うタックルは他のを流用できますか？使えないことはないですが、専用タックルの方が断然楽しめます。アジングと一言で言っても 1g 前後の軽量なジグヘッドリグだけで釣る通称ジグタンから、重いキャロライナリグやフロートリグを遠投する釣りまで様々です。ジグタンの釣りに限って言えば、ウルトラライト表記のロッドなら流用は可能ですが、アクションや張りの強さなど、アジングに不向きなものもあります。ジグタン用の最初の1本を用意するなら、アジング用ロッドの中でもソリッドティップでウルトラライト UL クラス、6フィート前後のものがおすすめです。調子はファストアクションであるほどジグヘッドを細かく動かすなどの操作性が良く、レギュラーテーパーではキャストやヒット後の竿さばきが簡単になります。リールは1000番から2000番クラスで、なるべく巻き出しが軽いものを選んでください。使うラインはとても細いので、シャロースプールがおすすめです。ジグタン以外のキャロやフロート、ジグなどの円筒系の釣りであれば、8フィート前後のエギングロッドやロックフィッシュロッドなども使えますが、やはり専用のものが感度もいいです。質問3、アジングでよく使われるラインは何ですか？ジグタンではエステル、キャロやフロートでは PE が使われます。ジグタンでよく使われるエステルラインは、素材がポリエステルで伸びが少なく、当たりやジグヘッドの存在を把握しやすいのが特徴です。PE やフロロカーボンよりも明確に当たりが出るので、一度使うと戻れないほどです。よく使われる太さは 0.35 前後ととても細いので、不意の大物に備えてドラグ設定はしっかり準備しておきましょう。また、PE を使用する際はもちろんですが、エステルラインでもリーダーを接続します。エステル 0.35 前後にフロロカーボンの 0.85 を組み合わせ、長さは 30cm から 50cm ほどにしている人が多いです。質問4、スナップは必要ですか？使うと大変便利ですが、使わない人も多いです。スナップはジグヘッドを交換する際に結び直す必要がないので便利ですが、
大きいものを使ってしまうとバランスが崩れてポール姿勢が崩れたりしてしまうことがあります。使用するのであれば極力小さく軽いものを選びましょう。ジグヘッドによっては直結を推奨しているものもあります。質問5、アジングで使われるリグはどんなものがありますか？ジグヘッド、キャロライナ、フロート、スプリットショットがあります。アジングで最もポピュラーなのはジグヘッド一つだけのシンプルなリグでジグタンと呼ばれています。繊細なタックルで魚の引きをダイレクトに楽しめるため人気が高いです。軽量で飛距離は出ないですが、リトリーブはもちろんリフト&フォールやトゥイッチなど細かいアクションをかけられるので、魚が届く範囲にいれば一番釣りやすい仕掛けになります。次に多用されるのは遠投できるキャロライナリグ、略してキャロと呼ばれます。ジグタンでは届かない沖を狙えるのが特徴で、深場やボトムを探りたいときはキャロを使用します。表層ならフロートが効果的です。ジグタン用タックルでは重くて扱えないので、少し固めの L や ML クラスのロッドで P ラインをセットして使用します。ジグタンほど細かいアクションをかけることは難しいですが、リトリーブもフォールもこなせます。スプリットショットは重くても 3g 程度なので遠投性能はあまり期待できませんが、ジグタンタックルで扱えます。重りとワームが少し離れているため、ジグタンでは難しい漂うような動きを演出したい場合に使うことがあります。質問6、キャスト後の一連の流れを教えてください。カウントでレンジを刻みながらリフト&フォールで探っていきます。キャストしたら任意のレンジまで沈めてからリフト&フォールを繰り返していくのが基本的な流れです。活性の高いアジは表層で餌を食べていることが多いので、表層から探るのが良いでしょう。沈めていく際はカウントをしておくと当たったレンジを正確に探り直すことができます。ジグタンのアクションはリトリーブ、ただ巻きかリフト&フォールが基本です。リフト&フォールの方法は人によって様々ですが、ちょんちょんとティップを動かしてリグを跳ねさせたら跳ねた分カーブフォールさせるイメージの人が多いです。フォール中に当たりがあるので集中してください。当たりがあったら底合わせが基本です。小魚を追っているときはリトリーブの方が高反応なこともあります。質問7、プラグでアジは釣れないですか？タイミング次第ではワームを上回る超過になることもあります。アジはシラスのような小魚を捕食することも多く、ライズが見られることもあります。ジグタンでも表層を探ることはできますが、十分な飛距離とレンジキープ能力を持つ小型プラグを使用すれば、より反応が得られるかもしれません。質問8、アジングでよく使われるワームは何ですか？ピンテールワームがよく使われます。アジングではテールが細くてまっすぐなピンテールタイプが多用されます。ピンテールが2つついたものやテールの先端に玉がついたものなどバリエーションが豊富にあるので好みのものを見つけましょう。シャットテールやパドルテールも使われることがあります。大きさは2インチ前後の基本的なサイズを選べばどこでも使いやすいです。ワームの形状や太さで変わるのは波動だけではありません。水上やフォール速度も変わってくるので、いろいろと試してみるのもアジングの面白いところです。質問9、どんなカラーがよく釣れますか？クリア系と半透明は最低限用意しましょう。Kムラやチャートもよく釣れる色です。釣り具屋に行くと目移りしてしまうほどたくさんのカラーがありますが、鉄板カラーというものもあります。最低限用意しておきたいのはクリア系と半透明の2色。大まかに言うと潮が澄んでいるならクリア。濁り気味の場合は半透明に反応が良いことが多いです。他にも濁りがきつい時に活躍するのはソリッド系、クリア感のないチャートやホワイトなどの目立つカラーです。また、マズメジなどの光量が少ないタイミングでは、Kムラに高反応を示すこともあります。質問10、ジグヘッドはどれを選んだら良いのかわかりません。ラウンドヘッド&オープンゲープが一般的です。アジング用ジグヘッドもワームと同様にたくさん種類があります。その中でもかかりを良くするために針先が外側を向いたオープンゲープ仕様がアジング用ジグヘッドには多いです。まずは基本的なラウンド型から使ってみるのがいいかもしれません。重さは 0.6g から 1.5g くらいまであれば大抵の場所は探ることができるはずです。
はじめはジグヘッドの抵抗感など感覚をつかむためにも同じタイプのジグヘッドで揃えた方が上達は早いです。質問11、アジングは夜釣りだけですか？夜の方が釣りやすいですが、タイミングが合えば日中も釣れます。常夜灯の明かりに集まる餌を捕食しに回遊してくるアジが狙いやすいので、夜間の釣りというイメージが強いですが、マズメジや日中でも釣れます。夜間は軽いリグでスローな釣りが基本になりますが、日中はスピーディーな動きに反応することが多いです。質問12、アジングのポイントはどこですか？堤防で楽しめます。常夜灯周りが定番ポイントですが、明かりがない場所でも釣れます。堤防ではアジが集まりやすいポイントとして常夜灯がありますが、そこ以外で釣れないわけではありません。アジングの代表的なポイントは次の通りです。常夜灯周りはアジングの定番ポイントです。明かりで照らされている場所はもちろん、その境目や暗い側に潜んでいることも多いので、しっかり探りましょう。また、足元に明暗ができている場合は、そこについていることもあります。ジグタンが基本ですが、飛距離が欲しい時にはキャロなども有効です。堤防の先端や外洋側など潮がよく流れる場所はアジの通り道になっていることが多いです。そこに常夜灯があれば一級ポイントになります。また、港内へは三尾筋に沿って回遊してきます。まずはジグタンで探り、沖で発生した潮目などに届かない場合などは、フロートなどを用いて遠投してフォローしましょう。港の一番奥まった場所は潮の流れは感じないかもしれませんが、常夜灯に照らされていたり、ベイトが溜まっていることも多く、狙い目の一つです。スロープの切れ目などはアジがつきやすい定番ポイントになります。繊細な釣りになることも多いので、1g を切るような軽量ジグタンが活躍することが多いです。サーフや磯にもアジは回遊してきます。港内と比べて魚が居つくことはないので、釣果は回遊次第ですが、港内よりも大型が釣れやすいのが特徴です。キャロやフロートなどの円筒形リグのほか、プラグやジグも効果的です。長めでパワーのあるタックルで挑んでみてください。まとめです。豆アジは狙うと当たるのになかなかかからないのも面白いところです。両径になればドラグを引き出すほどよく引きます。遠投したいときは8フィートクラスのロングロッドがおすすめです。ジグタンには感度の良いエステルラインがおすすめです。リーダーはフロロカーボンの 0.85 前後を使う人が多いです。スナップを使うならなるべく小さいものを選びましょう。リグの得意レンジは次の通りです。ジグタンは近距離、スプリットショットは近距離プラスアルファ、フロートは遠投&表層、キャロは遠投&深場。手元に意識を集中させて当たりを取りましょう。棚合わせは表層から順に探っていきます。カウントは浅い場所なら5刻み、深い場所なら10刻みがおすすめです。ルアー回収直前まで気を抜かず繰り返しアクションをかけていきましょう。一連の流れはこのようなイメージです。カウントダウンしながら沈めていく。糸吹けを取ります。軽く2回ほどリフトさせます。2回目のアクションのフォールで当たることが多いです。フラグでもアジは釣れます。シャットテール、パドルテール、ストレート、ピンテール。テールだけでなくボディの太さでもフォール速度が変わります。チャートやケーブラも用意しておきましょう。またクリア系と半透明系も押さえておきましょう。ジグヘッドの形状は様々です。それぞれには目的とこだわりがあります。日中でもアジングは成立します。動きは早めの方が良い時もあります。港内のスロープにアジがつくこともあります。常夜灯周りはアジングの定番ポイントです。潮通しの良い外洋はアジが回遊してきやすいです。堤防の先端もチェックしてみましょう。サーフは一発大物狙いができます。遠投して探ってみましょう。アジングの基礎 Q&A12 選の授業はいかがだったでしょうか？何か一つでも参考になることがございましたら嬉しいです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。